こんにちは、岩根です。今回もアニメ業界で使われる用語を解説します。今回は、魔行、野行、和行の用語です。アニメ用語は業界共通で定義されたものがなく、各スタジオで慣習的に使われている用語も多いので、人によってはそれは違うということが起こりうることをご了承ください。このチャンネルでは、お絵描きやアニメ作りに役立つ情報を発信していきたいと思っています。少しでも興味を持っていただけたらチャンネル登録をお願いします。また、絶対に使用するお約束はできませんし、使わせてもらっても何のお礼もできませんが、配信で使用可能なオリジナルキャラをお持ちの方は Twitter の DM 経由でご連絡いただけると嬉しいです。マスク。アナログ撮影の時にはマスクというとほぼ透過光マスクのことでした。デジタル撮影でも透過光で使われることが多いのですが、画像の一部を隠して合成するために使用されるケースも増えました。デジタルでイラストを描く場合のアルファマスクにあたります。マルチプレーン。多くの場合単純にマルチと呼ばれます。アナログ撮影では図のように何層にも分けてセルやブックを配置して撮影していました。そのままでも層ごとにピントがずれることによる奥行きが表現できますが、 TU やパンなどのカメラワークがつくとさらにその奥行きが強調されます。現代ではアフターエフェクト上で 3D レイヤーを使うことで同じような効果を出せます。アナログ撮影では手間がかかるので多用はしませんでした。回り込み。キャラクターを中心としてカメラをぐるりと回すようなカメラワーク。3DCG で背景が作られていると本当の意味で回り込むことになりますが、多くの 2D アニメの場合、パース感を殺した平面的な背景を一方向に引っ張ることで疑似的に回り込んでいるような錯覚を起こさせます。もっとも背景が疑似的な回り込みとはいえ、中心のキャラクターを様々な角度から破綻なく描く必要があるので、綺麗に動かすのは非常に難易度が高いです。密着マルチ。マルチプレーンは撮影で大掛かりなセットを組む必要がありますが、各層の間に物理的な距離を取らず、セルやブックを密着して重ねた状態で撮影する手法です。パンなどのカメラワークに合わせてそれぞれの素材を違うスピードでスライドさせることで疑似的に奥行きを感じさせることができます。撮影台の諸問題がなくなったデジタル撮影でも簡単に撮影できるのでよく使われます。目線。プライバシー保護のために目を隠す線ではなく、アニメ用語ではキャラクターの視線を指します。主に会話シーンなどで重要になります。キャラクター同士の位置関係や身長差などを考慮して決定します。通常は2人の目線が直線で重なれば自然な目線になります。複数人で巨大怪獣を見るというシチュエーションの時に、それぞれがバラバラの目線だと違和感があります。同じ理屈で目線をコントロールすることで、画面外の対象物との距離までも視聴者に想像させることが可能です。目パチ。心の動きを表現したり、視線を変えるときにキャラクターが行う瞬きのことです。主に顔が止まっている状態でするものを目パチ、アクションの中で行う瞬きを中目パチと呼びます。メモリ引き。一般的なパンやスライドは一定の速度と一定の方向で素材を動かすのですが、それだけでは対処しづらい時にはメモリを作って緩急をつけたカメラワークにすることがあります。メモリをつけて行うスライドをメモリ引き、メモリをつけて行うパンをメモリパンと言います。以前解説したつけパン、フォローパンもメモリ引きと同じものと解釈できます。元請け会社。アニメーション制作で直接スポンサーからお金をもらってアニメ制作をする会社を元請け会社と呼びます。元請け会社だけで全てのアニメ制作を完結させるのが理想ですが、実際にはそこから下請け会社などに仕事を依頼することになります。具体的に言うと、東映アニメーション、OLM、サンライズなどが元請け会社、タクランケやスタジオコクピットなどが下請け会社です。モノトーン。
フルカラーではなく白黒の画像のことです。青系統や紫系統だけで統一された画像もモノトーンですが、その場合は青トーンとか紫トーンという言葉を使って直感的に間違えないようにすることが多いと思います。心情表現や暗い洞窟の中のシーンなどに使われます。モノローグ。キャラクターが心の中で思ったことが声になっている状態、いわゆる心の声です。心の声なので当然口は動きません。以前解説したオフセリフは実際に声に出しているのでモノローグとは別物です。モブ。群衆のことです。しかし名前があるキャラクターが20人いようが30人いようがモブと呼ばれることはありません。あくまでも名前もさしたる役割もない人たちの集団を指すものです。僕がモブキャラクターを描くときに心がけるのは大きな特徴をつけないこと。もしメインキャラクターが重要な話をしている後ろに戦国武将が立っていたら、きっとなぜ甲冑をつけた人がと気になって気が散ってしまうことでしょう。あくまでも背景の一部と割り切り、印象に残らない特徴のない人を描くようにしています。横位置。複数のキャラクター位置に置く方向の差がなく、ほぼ同じ大きさで並んでいるレイアウトのことです。多くの場合、カメラの角度も煽りでも俯瞰でもない、緊張感がない安定した絵面になります。奥行きを感じさせるパースが効いた画面の方がかっこいいのですが、そればかり続くと見ている方も疲れるので、横位置のレイアウトも交えて緩急をつけるのが重要だと思います。予備動作。アニメ的に見せたい動作。例えば歩く、ジャンプ、キックなどを止まっている状態から行うときに一旦逆方向に力を貯めることです。見せたい動きをより効果的に見せるのが一番の目的ですが、端で止まっているキャラクターやカットが変わった直後などに視聴者の視線を動きのある部分に誘導する効果もあります。この予備動作なしに注目されていないキャラクターが演技をしても、視聴者がそれに気づいた時にはすでに見せたい演技が終了していることが多いです。ワイプ。カットとカットをつなぐ技法の一つです。次のカットが前のカットを拭き取るように画面端から現れるつなぎ方です。基本的には一方向に拭き取られていきますが、デジタルではかなり変則的なワイプも可能です。変則的なワイプ用のマスクをアナログセルで作った場合、カットの境目にトレス線1本分の黒ができます。完全にこれをなくす方法もありますが、コストが高くなるので大抵は通常の方法で撮影されました。今回は魔行、野行、和行のアニメ用語を解説させていただきました。次回はいよいよ最後、ラ行の用語解説動画を上げたいと思っています。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。